こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック31になります。今回は前回のウィッグを使ってマッシュルームショートをカットします。印象を明るくするために前髪少し短めのマッシュルームです。また横顔が綺麗に見えるカットの仕方です。あまりコミカルに見えず品のあるヘアスタイルをカットしたいと思います。今回はすでに短く切られたウィッグですのでサイドからカットしていきます。図解はつけませんが見ていただけたらわかると思います。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。ブロッキングは目尻の上がったラインよりバックは少しカーブさせて最終的には U 字に取ります。サイドの長さはすでに短いので、もみあげ部分を揃える程度に前下がりにカットします。次のパネルは床に平行のスライスで、もみあげ部分とは別に新たなガイドとして作ります。次にもみあげと一緒にパネルを引き上げカットします。次も横スライスでパネルを引き出し、角度を上に引き上げカットします。最後のセクションもパネルの角度を引き上げカットします。バックセクションはフロントサイドの最後のパネルと同じ角度まで引き上げ、それをガイドにカットします。バックセンターのパネルも引き続き角度をキープしてカットします。次にもうワンパネル取り出し、上をガイドにカットします。バックセンターも同じ要領でカットしていきます。反対側も同じようにブロッキングラインを取り、同じ要領でカットをしていきます。フロントはもみあげ部分からカットを始め、次からは同じ要領でカットを進めます。そうしましたら両サイドをチェックしてみます。同じ要領でカットできたらバックセンターで分けて A ラインスライスでカットしていきます。
なぜこのようにカットするかというと、ヘムライン方向に毛先の流れを向けたいので、このようにカットします。横スライスでチェックしてみます。正確に切れていればほとんどカットするところはありません。バックの次のブロッキングをカットします。前頭部と後頭部をまず分け取ります。バックを縦スライスで取ってみると、すでにここのところが短いので、ここはあえてつなげる必要はありません。1、2センチぐらいオーバーラップするぐらいで良いでしょう。今回はほとんど切るところがありません。まずセンターで分けて平行に近いブロッキングラインに取り、毛束を引き上げ、ディスコネクションで新たなガイドを作ります。次のブロッキングもパネルの角度を引き上げカットしていきます。次のブロッキングも平行に近い斜めスライスに取り、パネルの角度を引き上げカットしていきます。
フロントサイドもすでに短いのであまりカットするところはありませんが、バックでカットしたパネルの引き上げ角度と同じように引き上げ、フロントサイドへと回り込みカットを進めます。反対側も同じようにカットします。次に前髪部分です。前髪部分を瞳の外側の上がったラインぐらいに分け取り、中心部分のパネルを引き出し、三角コンケーブにカットします。片方ずつセンターをガイドにチョップカットします。顔の輪郭に沿うようにチョップカットをしていきます。この顔の輪郭にきれいに沿っていることが大切になります。ここがポイントとも言えます。そうしましたら、こちら反対側も同じです。耳上あたり A ラインでカットしたところに角が残ると思いますので、角を取ります。こうすることでバックから見たとき締まりが出ます。バランス的に襟足の長さが少し長いので、横スライスでパネルの角度を引き上げ、長さを調節します。トップはとりあえずモヒカン部分を取り、イメージ通りの長さになっているかチェックします。
あとは全体のシルエットや前髪の厚さなどチェックします。はい、ウェットカットの終了になります。簡単に乾かし、そぎを行いましょう。乾きましたので、そぎを行いますが、前回のカットですでにそぎも行っていますので、必要なところを削いでいきます。まずはバックサイドヘムラインから毛先をチョップカットしていきます。両サイド同じようにチョップカットしたらバックセンターを行います。できましたら前髪の部分や周りの毛先の表情付けを行います。
削ぎが終わったら軽くブロードライで形をつけていきます。最後に整髪料をつけて毛流れやボリューム感を見て仕上がりになります。はい、仕上がりました。シンプルに仕上げています。はい、仕上がりです。少し動きをつけて仕上げてみました。はい、以上になります。ミセスマッシュルームショートです。あまり丸くしすぎないようにディスコネクションと削ぎでカットしてみました。コミカルになりすぎたりしやすいのですが、普通のショートレイヤーと少し違いが出ています。前髪のカットラインの違いによって輪郭が綺麗に見えたりします。いろいろなカット方法がありますが、どのようなイメージを出してあげたいかによってボリュームや前髪の形を選んであげます。皆さんもいろいろカットしてチャレンジしてみてください。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録忘れないようによろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。